自己を律することの意味を考えたことはありますか？自由とは自己を律する能力である。中江町民。自己を律すると聞いて皆さんはどんなイメージを持ちますか？自由とは自分で自分をコントロールできる力を持つことだとしたらどう感じますか？今回は明治時代の思想家中江町民の言霊を紹介します。皆さんこんにちは、こんばんは。この言葉は一見自由と正反対のように思える律するという行動が実は本当の自由を作る要素だと教えてくれます。中江町民は東洋のルソーと呼ばれるほど西洋思想を深く学び、それを日本に広めた偉大な思想家です。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず中江町民のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。中江町民は1847年土佐、現在の高知県に生まれました。彼は幼い頃から学問に励み、特に儒学や漢学を熱心に学んでいました。土佐って坂本龍馬の出身地でもありますよね。やっぱり自由を求める気風が強かったんでしょうか？そうだね。土佐は封建制度の厳しい土地だったけれど、その分新しい時代を切り開こうとする志士たちが多く生まれた場所でもあるんだ。町民もそんな環境で育ち、自由や平等の大切さを考えるようになったんだよ。幼い頃からそんな環境にいたら自然と自分も何かを変えたいって思うようになりそうですね。そう。ただ彼が本当に大きく変わるきっかけになったのはフランスに留学したことだったんだ。日本からフランスに？明治時代の初めですよね。そう。1870年代に町民はフランスに渡り、そこで西洋の政治思想を学んだんだ。特に影響を受けたのがジャン・ジャック・ルソーの社会契約論だった。ルソーって人は生まれながらにして自由であるって言った人ですよね。その通り。町民はこの考えに深く共感し、日本に持ち帰って広めようとしたんだ。でもその時代の日本ってまだ目上の人の言うことは絶対みたいな価値観が強かったんじゃないですか？そんな中で自由を広めるのはかなり大変そう。なかなか難しかった。だけど町民は自由民権運動を通じて日本の政治や社会の在り方を変えようとしたんだ。日本に帰国した町民は新聞や本を通じて自由や民主主義の大切さを訴えた。特に民薬薬会という本を出版してルソーの思想を日本語でわかりやすく伝えたんだ。今で言うと海外のベストセラーを日本語に訳して広めたみたいな感じですね。そうだね。彼は東洋のルソーとまで呼ばれたほど日本の思想界に大きな影響を与えたんだよ。でも自由を訴えるって当時の政府からは危険視されませんでした？まさにその通り。町民は政府に目をつけられ弾圧を受けることもあったんだ。でも彼の考えは後の時代に大きな影響を与えた。特に明治から大正、昭和へと続く民主主義の発展において彼の功績は欠かせないものとなったんだよ。そう考えると中江町民ってすごい人だったんですね。彼の言葉、自由とは自己を律する能力であるわ。ただ好き勝手に生きることが自由なのではなく、自分をコントロールし責任を持つことこそが本当の自由なんだという意味が込められているんだよ。なるほど。自由って自分勝手になることじゃなくて、しっかりと自分の行動に責任を持つことなんですね。そうだね。それじゃあ次はこの言霊が生まれた背景についてもう少し深掘りしていこう。中江町民の言葉、自由とは自己を律する能力であるは、
彼が生きた明治時代の激動の中で生まれたんだ。明治時代って鎖国が終わって西洋文化がどんどん入ってきた時代ですよね。そう、日本は幕末から明治維新を経て近代国家へと変わろうとしていたんだ。そんな中で自由や権利という新しい考え方も広まり始めた。でも日本にはまだみんな平等って考えがなかった時代ですよね。それなのに自由が大事って訴えるのってすごく勇気がいりそう。まさにその通り。町民は本当の自由とは単なる放任じゃなく、自分自身をコントロールする力があってこそ成り立つと考えたんだ。自由って好き勝手に生きることじゃないんですね。例えば法律がなくても人を傷つけないように行動すること、それこそが自己を律するってことなんだよ。町民はフランス・デルソーの思想に影響を受けたんですよね。日本とフランスでは自由の考え方って違ったんですか？大きく違ったね。ルソーが生きた時代のフランスは民衆が王政に反発して民主主義を求めていた。でも日本ではまだ身分制度が強く残っていて、自由という考えが根付きにくかったんだ。じゃあ町民の考えは日本社会ではちょっと早すぎたんでしょうか？そうかもしれないね。彼は自由民権運動を通じて日本に国民が主体となる政治を訴えたけれど、政府はそれを危険視したんだ。なるほど。でもなぜ町民はそれでも自由を訴え続けたんでしょう？町民は自由は国民一人一人が自立してこそ本当のものになると信じていたんだよ。だから政府に頼らず自分で考え行動することが大切だと伝えようとしたんだ。自由には責任が伴うって言葉を聞いたことがありますけど、それと同じ考え方ですか？まさにそうだよ。例えば言いたいことを自由に言うのはいいけれど、それが誰かを傷つけたり社会を混乱させるなら問題だよね。確かに自由って何をしてもいいってわけじゃなくて、きちんと考えて行動することが大切なんですね。町民は自由には秩序が必要と考えていた。つまり自己を律することができる人だけが本当の意味で自由になれるということなんだ。そう考えるとこの言葉ってすごく深いですね。ただの好きにしていいよって意味じゃなくて、責任を持てる人間になれっていうメッセージなんですね。その通り。それじゃあ次はこの言霊を現代の私たちにどう活かせるのかを考えてみよう。ハミルさん、話し合うテーマを考えたから気になるものを選んでみて。SNS 時代の自由と自己管理、インターネットで自由に発信できる時代にどのように責任を持って言葉を使うべきか。目標達成のための自己管理、自分の夢や目標を叶えるためにどんな風に自己を律することが役立つか。ストレス社会における感情のコントロール、自由に生きるために感情をコントロールする力はどんな場面で必要か。ルールと自由のバランス、社会のルールを守ることと自分らしく生きることのバランスをどう取るべきか。ストレス社会における感情のコントロールと自由と責任の関係についてお話ししていきたいです。実は最近 SNS を見るたびにモヤモヤしてるんです。みんな誰かを叩いたり炎上させたりしてて、それでお金を稼ぐ人までいるなんて、なんかおかしくないですか？なるほど。確かに今の時代、炎上や誹謗中傷が目立つことが多いね。自由に発言できる環境があるのに、それが人を傷つける方向に使われてしまうこともある。そうなんです。言いたいことを言うのが自由っていう人もいるけど、それって本当に自由なのかなって思って。まさにここで中江町民の言葉が生きてくるよ。彼は自由とは自己を律する能力であると言った。つまり本当の自由はただ好き勝手に言うことじゃなくて、責任を持って言葉を使うことなんだ。責任を持って言葉を使う。そう。例えば SNS での発言も
誰かを傷つける自由ではなく、人を励ましたり前向きな意見を発信する自由もあるんだよ。でも SNS って感情がそのまま出やすいじゃないですか。イライラした時に衝動的に発信しちゃうこともありますよね。確かに感情的になると冷静な判断が難しくなるね。でも自己を律することができる人はその感情をコントロールできる。町民の言葉の本質はそこにあるんだ。でもどうやったら感情をコントロールできるんでしょう？例えばすぐに反応しないっていうのが大事。 SNS でもカッとなった時にすぐ書き込まず、一度深呼吸して本当にこれを言うべきかと考えてみるんだ。なるほど。勢いで投稿すると後からやっちゃったって後悔することもきっとありますよね。そうなんだ。町民は自由には責任が伴うと考えていた。感情に流されず自分の発言や行動に責任を持てる人こそ本当の意味で自由を手にできるんだよ。でも自由と責任のバランスを取るのって難しそうですね。確かに難しいね。でも例えばスポーツのルールを考えてみよう。自由にプレーできるけどルールを守らないと試合が成り立たないよね。確かに自由ってただ何をしてもいいってことじゃなくて、ルールの中で自分をどう表現するかってことなんですね。その通り。町民の言葉は社会でも同じことが言えるんだ。無秩序な自由じゃなく秩序を保ちながら自分を律しつつ自由を生かすことが大切なんだよ。そう考えると自由ってすごく深い意味があるんですね。ただ好き勝手にやることじゃなくて、自分をコントロールしながらより良い社会に貢献することなのかも。まさにそう。自由には責任があり、自己を律する力がある人だけが本当の意味で自由になれるんだ。これからは感情に流されるんじゃなくて、ちゃんと考えて言葉を使おうって思いました。それが本当の自由を手にする第一歩かもしれないね。見てくださった皆さんは今回のお話をどう感じましたか？コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。自己を律することの意味を考えたことはありますか？中江町民の言霊、自由とは自己を律する能力であるは、ただ好き勝手に振る舞うことが自由なのではなく、自分の言動に責任を持ち感情をコントロールできる人こそが本当の自由を手にできるという教えでした。現代の SNS 社会でも自由な発言ができる一方で、その自由には責任が伴うことを忘れてはいけません。感情に流されず正しく言葉を使うこと、それが未来をより良くするための第一歩になるのではないでしょうか。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で名言や感想についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。